と心配だなこれ。このぐらい水残ってます。風切り音が気になるな。ちょっと早いなこれ。104にしました。104メーター目104。おお。よし行くぞ。100.11。全然変わんねえな。49メートル。ばらつきないね。今日のウェットのテストではなんとなくこの GLA が、タイヤの山もあるし、メートル元気になってる感じです。1回目も2回目ももうほとんど同じ。ちょっと2回目意地悪くハンドルガーンとこう切っていくんですけど、アンダーオーバーの出方とライントレース制動距離がもうばらつかないので、やっぱりさすがメルセデス、いわゆるドライバーの違いによるその性能差が、ロバスト性が非常に高いというふうに、思います。そういう意味で、今回のこのテストでは、この GLA を、目指していけばいいのかなと思いますね。でとにかく切った瞬間にきちっとライントレース性が打の正確性が高まりながら、しかも、アンダーオーバーというそのモーメントも出ないで弱アンダーかほとんどニュートラス性のまんま40R に向けて若干弱アンダーですけど一定の弱アンダーを保ちながら一定の減速 G が最初から最後まで全部、狙った通りの性能が一定で出てくるっていうのがいいですね。途中から急に止まんなくなったりとか急に打が効かなくなったりとかっていう変化がないので基本性能とおそらく電子制御がものすごく緻密に、マッチングされてるいい例だと思いますね。乗るとなんかすごく地味な車なんですけどちょっと保守的でなんか日本車に乗ってるような感覚があるんですけど、その、きめ細かさ緻密さで言ったら相当深いところまでいろんな性能がうまくバランスしてるのかなという感じがします。こういう車こそなんか安心して信頼がおける車だなという気がしましたね。タイヤは山あるけどね。結果は GLA に対して制動距離は1割ぐらい伸びて、ライントレースの最終的に止まった場所はちょっとアウト側に膨らんだので、GLA を100点とするならば、そんなに大きく離れてないから80点ぐらいは与えられるかなという気はします。
そういう意味では期待はあんまりしなかったんだけど、ドライのその直線ブレーキでちょっと ABS の粗いところがあったので、それがどうなるのかなという気はしてたんですね。ですからそういう意味で、旋回ウェットのブレーキ性能においては、まずまずの合格点かなという気がします。重量が重いので、ハイドロも起きにくいですね。スポーツカーは車が軽くてタイヤが広いんですけど、この手の SUV だとタイヤが狭くなって重量が重いので、対ハイドロ性能に対して言えば、仮に山が減っててもSUV に乗ってた方が雨の日の高速道路の安全性っていうのは高いと思うんですけど、とにかく軽くて幅の広いタイヤを履くスポーツカーがやっぱり雨では一番危険だなっていうのがよく分かりましたね。今回この NX、そういう意味では十分合格点を与えることができると思いますけど、ただこの路面からこう出ていく時にフル加速で出ていくと四駆にさせる制御とタイヤが滑ったらエンジンを制御するところが少し混乱しているようなところがあって、結果的にウェット路からずっとこうスピードを出して加速していくと途中でこうググググッとこう引っかかりながら行くようなところがあるので、そういうところの細かい制御も、もうちょっときめ細かくやった方がいいのかなと思いますね。